日本でもオッペンハイマーの映画が上映されるね。それって原子爆弾の父って言われてる人だじょ。そうそう。まあ戦後の日本ではタブーネタだったかもしれないけど、もうすぐ上映するらしいよ。辛い記憶がある人もいると思うけど、ここは過去の事情にとらわれず見ても良いかもしれない。そもそもあの原爆投下についてはいろいろ言われているんだよ。確かに当時の関係者の皆に言い分はあったかもしれないじょ。今回は海外の声や見解を中心に原爆について話してみようかな。スルッとチャンネルが始まるじょ。アメリカが日本に対して原爆を使った理由についていくつか説があるよ。一般的なのは日本の降伏を早めて戦争を早く終結させてアメリカ兵と日本人の大量の犠牲を防ぐというものだよ。戦争を終わらせるためにやった正義の決断っていうのはよく聞くじょ。でも原爆投下には他にも動機があったっていう海外の研究者もいるよ。その中には原爆の威力を実証して戦後の国際政治、特にソビエト連邦との関係の中でアメリカの優位性を確立したかったという見方とかね。日本にだけでなく世界に力を見せたいところはあったかも。だって今もアメリカはそんな感じだじょ。あと膨大な資金と時間を費やした成果を実戦でテストしたいという軍事的な興味もあったと言われてるね。まあ原爆の使用の理由はいくつか組み合わさったものだったということかもね。戦争を早く終結させること、技術的な実証、国際政治における戦略的ポジショニング、戦後の軍事的政治的優位性の確立化、どれもなるほどって思えるじょ。こういった解釈は戦後の研究者や評論家によって提案されたものだし、当時の作戦決定者たちの具体的な意図を完全に解明することは正直難しいよ。歴史的な出来事とその背後にある動機をしっかり理解するには当時の文脈、選択肢、関係者の認識と制約条件も考慮に入れないと。タイムマシンがあったらいいのに。でも原爆のデータが取れたのは確かだじょ。せっかくデータを取ったのにその後なぜ使わないのかな。今にも使いそうな国や指導者がいくつかある中で、核保有国が兵器を戦争や紛争で使用しない理由はいくつかあるよ。日本に投下した結果から核兵器の破壊力とその使用がもたらす長期的な人道的、環境的影響が広く認識されるようになったからね。敵国だった人でさえあの光景は直視できないらしいじょ。核兵器の使用を抑止する理由は大体4つあるよ。まず1つ目に核抑止理論。相互保障破壊の原則に基づいて核攻撃を受けた国が報復として攻撃者に対してひどい損害を与える能力を持っていると、核戦争は双方にとって自滅的な結果を招くという考え方があること。お互い核兵器で戦うと恐ろしいことになるじょ。2つ目に国際法と条約、核兵器の拡散を防いで使用を抑制する国際的な合意というのがたくさんあるよ。核不拡散条約っていうのもあるじょ。それはその最も重要な例の一つで、核兵器の拡散を防ぎ核軍縮を促進して平和的な原子力の利用を奨励することを目的としているよ。あとは包括的核実験禁止条約とか核兵器の実験を制限する条約もある。こういうのが北朝鮮とかにも効き目あったらいいのに、守ってほしい国が守らないと意味ないじょ。3つ目に人道上の懸念。核兵器が非戦闘員を含む広範囲の人々に対する巨大な破壊と長期的な放射能汚染をもたらすことは誰もが知ってる。これは国際人道法の基本的な原則に反する行為とみなされるよ。これもまた全く響かない国や指導者がいるから困ったものだじょ。最後に政治的、社会的抑止力。核兵器を使用することの政治的、社会的な代償は高いから国際社会からの強い非難と孤立を招くことになる。当たり前だじょ。国際的な信頼と外交関係に重大な損害を与える可能性があるじょ。でもこれも無視する国があって、ほぼ独裁国家だったり核保有国だったり。そうなんだよね。まあとにかくこういった理由から
核兵器は冷戦期を含む第二次世界大戦後の紛争で実際に使用されることはなかったよ。でもこれからはわからないじょ。人道的とかそういう考えにピンときてない。やばい指導者が OK 出しちゃう可能性もあるし、メンタル、思想の根本的なところが狂っちゃうと何するかわからないじょ。そうだね。しかしこんな大変なものを作った人も葛藤があったんじゃないかな。技術者としては挑戦したいけど、使いたかったかってなると複雑だじょ。僕はそんな重圧耐えられない。今回のつるっとチャンネルはここまで。よかったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また見に来てね。